どうもこんにちは、宮崎です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回はですね、いちごの株の管理の仕方ですね。葉かきですとか、脇芽取りですとか、そういうやり方をね、ご説明したいと思います。まず古い葉っぱをつけておくことのデメリットなんですけれども、古い葉っぱというのはまず光合成の効率が悪いんですね。光合成をしていないわけではないんですけれども、どうしてもね、その力が弱いと言いますか、光合成をする量が少なくなってしまいます。でその割にですね、実は葉っぱというのは呼吸もしているので、余分な、ね、エネルギーもそこで使ってしまってます。なので、できればね、古い葉っぱをたくさんつけておくよりは、そういう古い葉っぱは取り除いて、元気でね、光合成の量が活発な若い葉っぱを、残した方がいいというふうに言われてます。はい、でその光合成の、活発度と言われているものなんですけれども、新しく展開した葉っぱから数えてですね、123枚目ぐらいまでで、およそ6割から7割ぐらい、その1株全体で考えた時のね、6割から7割ぐらいはその最初の3枚でね行っているというふうに言われています。で残りのね、30% ぐらいを4枚目5枚目6枚目ぐらいで、補っているという形ですね。なので、最初のね123枚目が非常に重要でして、特にそこ以降というのも、あればあったに越したことはないんですけれども、優先順位としてはちょっと下がるというような形です。それからですね、古い葉っぱというのは実はですね、害虫がついていたりとか、それから病気の菌が、たくさんついていることがあります。例えばハダニと呼ばれている虫はですね、新しい葉っぱよりも古い葉っぱの方についていることが多いんですね。なので古い葉っぱを残しておくということは、ハダニがね、増殖するチャンスを増やすということにもつながってしまいます。それからですね、古い葉っぱが、そのままですねあるとですね、どうしても株の風通りが悪くなってしまうんですね。でそのためどうしてもね、病気が蔓延しやすくなってしまいます。でそれから古い葉っぱがたくさん残っているとですね、どうしても葉っぱ同士が重なり合ってしまうので、新しい葉っぱはですね、もっと光が欲しいもっと光が欲しいということで、どんどん草丈を伸ばしてしまうんですね。でそうすると、俗に言われている徒長と言われている、ひょろ長い苗になってしまいます。それもね、光を受ける姿勢が、悪くなってしまうので、あまり良くありません。それからね、脇芽を取ることに関してなんですけれども、脇芽というものはですね、収穫量とか味との関係性があります。で脇芽がたくさんあるということはですね、たくさん花が発生するということなので、単純に言うとですね、収穫量がたくさん増えることにつながります。でただデメリットもありまして、一つの株というものはですね、脇芽がたくさんあろうが一つしかなかろうがですね、根っこというのは一つしかないんですね。なので脇芽が増えるということは、一つの芽あたりの根っこの量というのは少なくなってしまいます。その結果ですね、どうしても味が少し悪くなってしまうですとか、果実のサイズが少し小さくなってしまうということが起きます。でそれから根っこだけではなくてですね、地上部で考えた場合も、脇芽がたくさんあろうが一つしかなかろうが、一つのね狭いスペースでたくさんの葉っぱを出すことにつながるので、光を受ける量というものがですね、1つの芽がある場合と、例えば5個の芽がある場合では、5個あったら、単純に言ったら5分の1、20% しか光を受けることができないということになるので、光合成が、あまりできなくなるんですね。光合成ができなくなるということは、味が悪くなるですとか、収穫量が減る、果実のサイズが小さくなるという方向につながっていきます。ただですね、じゃあやみくもに脇芽を一つに全て取ってね、芽の数を一つにすればいいのかというと、それをするとね、どうしても、商業的に栽培する場合には、収穫量につながらないですとか、それからちょっと芯止まりという生理現象がありまして、その芯止まりが発生した場合に脇芽がないとですね、その後の収穫というのができなくなってしまうんですね。なのでその芯止まりのリスクを防ぐために、脇芽があった方がいい品種もあります。でこの辺はですね、品種にもよりますし、それから経営スタイルにもよります。家庭菜園でやる場合にはね、脇芽は、正直どちらでもいいんですけれども、商業的にやる場合には、高級なイチゴを売るというビジネスモデルなのか、それともイチゴ狩り
というビジネスモデルなのか、それとも農協さんにね出荷するようなビジネスモデルなのか、それによってもですね、脇芽の数、それから古い葉っぱの取り方ですとか、そういうものが多少変わってきます。でただね、家庭菜園の場合には、ある程度、収穫量を増やしたいのか、それとも1個の果実を大きくしたいのかでね、単純に考えて、いただければいいかなと思います。できるだけ一つの果実を甘くしたい、一つの果実を大きくしたいという場合には、できるだけ脇芽は取ってですね、一つだけの、芽を残して、そのね花をできるだけ大きくするというのが適しています。でそれに対して、できるだけね数たくさん食べたいみたいな、できるだけたくさんねイチゴを取りたいという方は、脇芽をあまり取らずね、もう全く取らないというのでもいいですし、もしくは3つだけ残すという、そういうようなねやり方でもいいかなと思います。じゃあ実際ねちょっと植物を見ながら、古い葉っぱの見分け方ですとか、脇芽のね見分け方、数え方というのをねちょっと解説していきたいと思います。はい、それではねまず古い葉っぱの見分け方からいきましょう。で古い葉っぱの見分け方はですね、ちょっといろいろ方法があるんですけれども、ちょっといくつかご紹介します。まず一番簡単なのはですね、もう見た目で判断するということです。はい、今この画面に映っている2枚の葉っぱ分かりますかね。こちらとこちらです。どちらが古い葉っぱか分かりますか？はい、そうですね。正解です。こちらが古い葉っぱです。なぜね、違いがあるかと言いますと、こちらはね、もう全体的に緑色の、いかにも元気な葉っぱという感じですよね。で、それに対して、こちらの葉っぱは、まず葉っぱの色がちょっと黄色っぽいですし、それから縁に関して言うとね、もう真っ赤な色に変色してます。こういうね、ちょっと元気がなさそうな葉っぱというのは、古い葉っぱに分類されます。はい、でこの株の場合、そうですね、この辺は新しくて元気そうですよね。でこの葉っぱもちょっとおかしいですよね。葉っぱの縁が、赤まではいかないんですけれども、茶色っぽくなってますよね。で葉っぱの色もちょっと薄っぽくなってきてます。でこういうのはね、古い葉っぱです。でちょっとこっちの別の品種も見てみましょう。この辺はね、元気な、葉っぱなんですけれども、これね、これも古い葉っぱですね。葉っぱの色がちょっとくすんできてますし、縁が赤っぽくなってます。これが一つのね、目安ですね。はい、こちらもそうです。こっちの場合はもう黄色っぽくなってますね。こういう風になっていたら、古い葉っぱと読んで OK です。今のがね、見た目を使った古い葉っぱの見分け方です。で次に、ご紹介するのはですね、葉っぱの枚数を数えるやり方です。葉っぱの枚数をね、例えばちょっとこれ数えてみましょうか。こちらの品種、葉っぱが1、2、3、4、5で、これが花ですね。葉っぱが、こういうねまだ展開してないものは私は 0.5 と数えるので、こちらの葉っぱはね、4.5 枚という状態です。はい、じゃあ次こっちの葉っぱ数えてみましょう。1、2、3、4、5、6ですね。こちらの株は今葉っぱが6枚あります。はい、じゃあこっちのね株を数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい、こちらの株は12枚あります。12枚、6枚、4.5 枚という状態ですね。私のおすすめとしてはですね、芽が1つだけの場合には葉っぱを 5.5 枚残すというのがおすすめです。で 5.5 枚というのは、こういうねまだ展開してない、広がっていない葉っぱは 0.5 と数えた場合ですね。例えばもうこうなってたらもう1枚というふうに数えます。で葉っぱをね、5.5 枚残すということは、ここはねまだ 4.5 枚しかないので、古い葉っぱはないと、葉っぱは取らないという考えになります。じゃあここはねどうかというと、葉っぱが6枚ありましたね。この株は 6枚あったということは、1枚は取っても OK という感じです。ただですねちょっと見てもらいたいのが、ここどう見ても古い葉っぱですよね。で次ここ、これもどう見てももう古い葉っぱですよね。
こういう場合にはですね、私としては葉っぱ、取っちゃってもいいかなというふうに思います。はい、でそれからですね、その葉っぱを数えるという時の問題点として、脇芽の数が多いとですね、なかなかその法則に当てはめることができないんですね。でこれちょっと脇芽複数あるんですよ。1株あたりの芽の数が複数あるんですね。でこれをじゃあ全体で 5.5 枚だけにしようってすると、ものすごくね少なくなってしまうんですね。葉っぱの枚数が1つの芽あたり2枚ぐらいしか、1枚か2枚しか葉っぱがないという状態になってしまいます。でかといってじゃあ1つの芽に対して 5.5 枚の葉っぱを残そうとすると、例えば脇芽が4つあったらそれだけで22枚の葉っぱを残さなければいけなくなって、この12枚でさえこんなにちょっと葉っぱだらけな感じになっているのに、この2倍近くの葉っぱになったらもうとんでもないことになりますよね。なので、脇芽がね複数の場合には1目あたり何枚の葉っぱというね、そういう管理の仕方はあんまりおすすめしないです。と一つのやり方としては、とにかくね見た目が古い葉っぱは取っていく。見た目がねこういう古い葉っぱだけを取ってそれ以外は残すというやり方もありますし、それと似た方法としてね、こういうね古そうに見える葉っぱを掴んでちょっと左右に揺すってみてください。こんな感じです。で今バリって聞こえましたよね。簡単に取れる場合には、取ると。で取れなかったら取らない、そういうやり方もね、一ついいと思います。でなんでかっていうと、こういう古い葉っぱっていうのはですね、この親株とつながっているここの接続の部分が、すごく取れやすくなるんですね。古い葉っぱっていうのはもうね植物自体が自らできるだけもう取れやすくなってくれてるんですよ。で逆にじゃあこれでいきましょうか。もう見るからにも元気な葉っぱですよね。こういう元気な葉っぱっていうのはこうやって左右に揺すっても絶対取れないんですね。光合成を盛んにしている葉っぱっていうのは維管束で強烈にねここのクラウンとつながっているので、もう取れないようになってるんですよ。でも例えばね、もうこういう古い葉っぱっていうのはこうやって揺するともう簡単にね力を入れなくても左右に揺するだけで取れます。でこういうね簡単に取れる葉っぱだけを取っていくというのもね、一つやり方としていいかなというふうに思います。こんな感じ、左右に優しく揺するだけです。でもしですねこう揺すって取れなかったら、無理に取らなくても大丈夫です。はい、これですね、こんな感じです。例えばこういう元気な葉っぱはね絶対取れないんですね。よっぽど力ずくでちぎらない限りこうやって揺すっても取れません。でも古い葉っぱの場合には、簡単に取れます。はい、というわけでですね、今いくつかやり方をご紹介しました。1つ目、葉っぱの枚数を数える。で2つ目が葉っぱのねこの色で判断をする。で3番目がこう揺すってね、判断するというやり方です。で実はですねもう一つさらに別の方法もあります。それはですね、ちょっと視点をこう上に変えていただきます。はい、そうするとですね、どれだけ、土が見えているか、もしくは葉っぱが重なり合っているか、そこら辺で判断するというやり方です。例えばこの株の場合、もうここら辺にかなり土が見えているスペースがありますよね。ということは本来はここにもう一枚葉っぱがあったとしても光合成ができるんですよ。で今その光合成ができるスペースが使われていないんですね。でこれもったいないんですよ。なのでこの株はもう一枚葉っぱがここにあるべきなんですね。はい、じゃあちょっとこっちの、株を見ていきましょう。ちょっと重なっちゃってるんで分かりにくいかもしれないんですけれども、この4枚の葉っぱですね。でこの葉っぱに関してもこの株に関しても、例えばここのスペース、それからここのスペースっていうのはもう1枚から2枚葉っぱが来た方がいいんですよね。なんでかというとこう、土が見えてしまっているので、ここのスペースがもったいないと。今私が2枚取ったからなんですけれども、こんな感じにねもうちょっと葉っぱがあっていいかなというふうに思います。はい、でそれからここの株見てみましょう。でこの株で言うとですね、ここの部分はしっかりね光を、地面がね隠れていて緑色の葉っぱでねが見えているので、しっかり光合成に使えてるんですけれども、ここが使えていないですよね。ここがちょっと光合成には使えていないと、もったいない。で逆にここの部分で見ていただくと、このね
元気な葉っぱで、下の葉っぱ2枚をね隠してしまってるんですよ。ってことはこの葉っぱは元気に光合成をしているんですけれども、この下に隠れてる2枚に関して言うとどうしても光合成のねできる量が少なくなってしまいます。なので、あんまり良くないと。でじゃあなんでこんなことが起きてるかっていうと、これ芽の数が多いからなんですよね。で芽の数が多い場合の弊害として、どうしてもこうやって葉っぱ同士のね、重なりというものが生まれてしまいます。はい、次にねちょっと葉っぱの発生の法則についてもねちょっと皆さんにご紹介したいと思います。ですね、いちごの葉っぱというのは5分の2の養生で発生するというふうに言われています。5分の2というのはどういうことかというと、5つの発生ポイントがあって、それが1個飛ばしの間隔でどんどん発生してくるというような感じですね。じゃあちょっとこの株をね使ってご説明したいと思います。こちらの株ですね、今葉っぱが6枚目が出てきてます。12345枚目が出ているという感じですね。一番古い葉っぱどれか分かりますか？一番古い葉っぱはこれですね。これが出て、その後にこれが出て、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 これです。これね、上から見ると分かるかな。これ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 っていう感じなんですよ。わかるかな。12345612345こう星を描いてるようなイメージですよね。でそれから1枚目と6枚目が同じ場所から発生するんですよ。これがポイントです。で私先ほどですねいちごの葉っぱは一目につき 5.5 枚がいいという話をしました。でそれなぜかというとですね、この 5.5 というのは、これを 0.5 と数えているんですけれども、これが大きくなって6枚目になった場合、これが大きくなってこれぐらいのサイズになった場合、この葉っぱはこの位置でこう育つんですね。でそうすると元からあったこの6、一番最初に発生していた葉っぱの真上にこういう葉っぱが生まれるっていうことなんですよ。っていうことはもうこれ完全に太陽光をこの上の葉っぱが受けて下の葉っぱは受けられないという状態になるんですね。そうするとこっちの葉っぱっていうのは、多少は光合成をするんですけれども、呼吸とかねエネルギーを消費につながりますし、それから病害虫の発生にもつながります。なのでこの葉っぱを取ってくださいと、そういうふうにおすすめしております。まだ葉っぱ6枚じゃないですね。今はまだ5.5枚目なので、この状態で OK です。で、ただね、これが大きくなってきた場合に、次に取る葉っぱというのはもうこれなんですよ。決まってます。これじゃなくて、これじゃなくて、次に取る葉っぱはこれです。なんでかっていうと、発生順位が1、2、3、4、5、6番目だからです。これが一番古い葉っぱなので、これを取ります。でこの葉っぱと重なる位置に6番目の新しい葉っぱが出てきているので、今はまだいいんですけれども、これが大きくなった時にこれを取ると、そういうことです。それが1株あたり 5.5 枚の葉っぱを残すということの意味です。最も、光合成の効率が良くなる、姿勢というか、枚数ということですね。はい、じゃあね、ちょっと脇芽についてもね、ついでにご紹介します。まずこの株ですね。芽の数がいくつあるか皆さん数えられますでしょうか。ちょっと数えてみてください。この株には芽が何個あるのか。はい、正解はですね3個です。まずここに1つの芽がありますね。でここに1つの芽で、それからここに1つの芽ということで、これは1株なんですけれども3つのね芽があります。はい、じゃあこの株芽が何個あるのか数えてみてください。これは簡単ですね。これは1つです。はい、じゃあこの株芽がいくつあるのか数えてみてください。はい、これも簡単ですね。これも1つです。というわけでですね、脇芽がある場合にはこんな風にね、まるでね、複数の株があるような感じに見えます。で脇芽というのはね、これはかなり分かりやすく発達しているんですけれども、この葉っぱのね、付け根部分から発生することもありまして、
もっとね見えにくい、分かりにくいということも多いです。で、脇芽の見分け方はね、もう正直ちょっと練習するしかないかなと思っていて、いちごの株を見たらね、脇芽が何個あるのかというのをね、数を数えることをね、ちょっと何回も繰り返してみてください。数を数えていくうちにね、だんだんと脇芽が何なのかというのが、分かるようになってきます。はい、というわけでね、いちごの葉っぱとそれから脇芽について、どんな管理方法をするのか解説をしました。今回の動画ね、役に立った、面白かったという人はぜひいいね、それからチャンネル登録をお願いします。私他にもね、いろいろといちご関連の動画をこれまでアップしてきているので、ぜひね、他の動画も見てみてください。それからね、これからいろいろ面白い動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。